こんにちは。今日は私がずっと憧れている、そしてまだ訪れたことのない特別な場所についてお話しします。地球上で最も神秘的で美しい現象の一つ、オーロラを見に行く旅です。私もまだその光景を直接見たことはありませんが、その幻想的な光のカーテンが広がる瞬間を自分の目で確かめてみたいという気持ちは日に日に強くなっています。ところで、皆さんはオーロラをご存知ですか？オーロラは地球の極地近くで見られる幻想的な光のカーテンのような現象です。では、この美しい光はどのようにして生まれるのでしょうか？オーロラが発生するのは、太陽から放出される太陽風と呼ばれる粒子が地球の大気にぶつかる時です。太陽風は高エネルギーの粒子を含んでいて、地球に近づくと地球の磁場に引き寄せられ、極地に集まります。この粒子たちが地球の大気中の酸素や窒素と衝突することでエネルギーが放出され、それが光となって私たちの目に見えるのです。この光は緑や赤、紫など様々な色で輝きます。色の違いはどの高さでどのガスとぶつかるかによって決まります。例えば緑色のオーロラは酸素が約 100km 上空で光る時に見られ、赤色のオーロラはさらに高い場所での酸素の発光によるものです。オーロラはただの美しい光景ではなく、私たちに宇宙と地球の関係を教えてくれる自然の不思議な現象なのです。今回はそんなオーロラが見られる世界の絶景スポットを紹介しながら、私自身も行ってみたい場所について皆さんと一緒に想像を膨らませていきます。それではオーロラの世界へ一緒に旅立ちましょう。1、ノルウェー。ノルウェーはオーロラ観測の聖地として世界中から訪れる人々に愛されています。特に北極圏に位置するトロムソはオーロラ観測ツアーの拠点として知られています。冬の間、トロムソは夜が長く、オーロラを見る絶好の機会が豊富です。また、スバールバル諸島はさらに北に位置し、極寒の地でオーロラを観測する特別な体験を提供します。ノルウェーでは11月から3月にかけてがオーロラ観測に最適な時期で、夜空に広がる緑や紫の光が幻想的な風景を作り出します。ノルウェーのオーロラ観測はクルーズ船からの観測や犬ぞり、スノーモービルなどのアクティビティと組み合わせて楽しむこともでき、忘れられない体験となるでしょう。2、スウェーデン。スウェーデンの北部、特にキルナやアビスコはオーロラ観測に理想的な場所として知られています。アビスコは晴天率が高く、天候に恵まれやすいため、多くのオーロラ愛好者が訪れる場所です。ここではオーロラスカイステーションという施設があり、快適な環境でオーロラを観測できるのが魅力です。スウェーデンでのオーロラ観測は1月から3月がベストシーズンです。北部の凍った湖の上や雪に覆われた森の中での観測は、まさに自然との一体感を味わえる瞬間です。さらに伝統的なサーミ文化を体験しながらオーロラ観測を楽しむことも可能です。3、フィンランド。フィンランドのラップランド地方はサンタクロースの故郷としても知られ、オーロラ観測の人気スポットが点在しています。ロバニエには観光インフラが整っており、オーロラ観測だけでなく、サンタクロース村の訪問やトナカイのそり体験など、家族連れにも楽しめるアクティビティが豊富です。また、イナリやケミヤルビなど、さらに北に位置する場所では、より静かで人里離れた環境でオーロラを楽しむことができます。フィンランドでは、10月から4月にかけてがオーロラ観測に適しています。フィンランド特有のガラスイグルーに宿泊し、暖かい室内からオーロラを観測するという贅沢な体験も可能です。4、アイスランド。アイスランドは北欧の中でも独自の魅力を持つ国で、オーロラ観測とともに多彩な自然景観を楽しめる場所です。レイキャビク郊外や北部のアークレイリ周辺はオーロラ観測のポイントとして人気があります。特にアイスランドではオーロラと同時に間欠泉や氷河、火山といったダイナミックな自然を楽しめるのが魅力です。オーロラ観測
測のシーズンは9月から4月で、この時期に訪れると夜空に広がるオーロラのカーテンに加え、アイスランド独特の風景が神秘的な雰囲気を一層引き立てます。また温泉に浸かりながらオーロラを楽しむブルーラグーンの体験も忘れられない思い出となるでしょう。5. カナダはその広大な国土と多様な自然が魅力で、オーロラ観測にも最適な場所が多くあります。特にユーコン準州やノースウエスト準州、そしてヌナブト準州などの北部地域はオーロラのベルトに位置し、頻繁にオーロラが観測されます。カナダでは8月から4月にかけてがオーロラ観測のシーズンですが、特に冬の寒い時期は空気が澄んでおり、よりクリアなオーロラを楽しむことができます。さらにカナダのオーロラ観測は大自然の中でのキャンプやハイキングと組み合わせることで、冒険的な体験を求める旅行者にとって最適です。ユーコンではオーロラビレッジと呼ばれる専用施設で、極寒の夜でも快適にオーロラを観測することができます。6. アメリカ合衆国アラスカ州。アラスカ州はアメリカで最も北に位置し、オーロラ観測においては他に引けを取らない場所です。フェアバンクスはオーロラ観測のメッカとして知られており、9月から4月の間に訪れるとオーロラ観測の成功率が高いとされています。アラスカの広大な荒野と星空の下で見るオーロラは自然の力を感じさせる壮大なものです。またアラスカでは犬ぞりやオーロラ観測ツアー、温泉施設でのリラックスなど観光の選択肢も豊富です。オーロラを見ながら温泉に浸かるという贅沢な体験はアラスカならではの魅力です。7. ロシアの広大な領土の中でもカレリア共和国やムルマンスクはオーロラ観測に適した地域です。ムルマンスクは北極圏内に位置し、冬季には日がほとんど昇らないポラーナイト極夜が続くため、オーロラを観測するチャンスが多くあります。ロシアのオーロラ観測は1月から3月にかけてが最適で、特に厳冬期に訪れると白銀の世界に浮かぶオーロラの神秘的な光景が楽しめます。またロシア特有の文化や歴史に触れながらオーロラ観測を楽しむことができるのも魅力の一つです。8. グリーンランド。グリーンランドはオーロラ観測の穴場的存在であり、その手つかずの自然環境と相まって非常に魅力的な観光地です。イルリサットやカンゲルルススワークなど南部や西部の地域では8月から4月にかけてオーロラが頻繁に見られます。グリーンランドのオーロラ観測は他の観光客が少ないため、静かで落ち着いた環境で楽しむことができるのが特徴です。またグリーンランドでは氷河クルーズやフィヨルドの探索などオーロラ以外にも自然を満喫できるアクティビティが豊富です。南半球のオーロラ、オーストラリス南極光。オーロラは主に北極圏で見られる現象ですが、南半球でもオーロラ、オーストラリス南極光と呼ばれる同様の現象が観測されます。ただし南極光を観測できる場所は北半球と比べて限られています。9. ニュージーランド。ニュージーランドのスチュワート島や南東の一部地域では南極光が観測できることがあります。ニュージーランドでのオーロラ観測は特に冬の時期である6月から8月が最適です。ニュージーランドの大自然と南極光のコントラストはまさに一生に一度の体験となるでしょう。10. オーストラリア。オーストラリアのタスマニア州は南極光を観測するための数少ないスポットです。タスマニアの南部、特にホバート周辺では稀にですが南極光が見られることがあります。オーストラリアでの南極光観測は冬季の6月から8月がベストシーズンです。オーロラ観測のポイント。オーロラ観測を成功させるためにはいくつかのポイントを押さえることが重要です。まず暗い夜空が必要です。都市の明かりから離れた場所で光害の少ない環境が理想的です。また天候も大きな要因です。曇りや雪が降っているとオーロラは見えにくくなるため、晴天の日を狙って観測しましょう。さらに
オーロラは太陽活動に影響されます。太陽風や太陽フレアが強い時期にはオーロラの活動も活発になり、より鮮明なオーロラが観測されることがあります。オーロラは自然現象のため必ずしも見られるとは限りませんが、適切な準備と運が揃えばその神秘的な光景を目の当たりにすることができるでしょう。オーロラ観測の旅は自然との一体感を味わうとともに、地球の壮大な自然現象を体感する貴重な機会です。これからオーロラ観測を計画している方々にとってこの情報が参考になれば幸いです。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。オーロラの美しさやその神秘的な魅力に少しでも触れていただけたなら嬉しいです。私もいつか皆さんと一緒にこの目でオーロラを見られる日を楽しみにしています。それでは次の冒険でまたお会いしましょう。もしこの動画を楽しんでいただけたらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。さようなら。